サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、生地の切り替えが可愛いトートバッグです。表地にはフェイクレザーを使用しています。100円ショップダイソーさんで売っている合皮はぎれを使って作りました。サイズはバッグの横幅が46センチ、高さが22センチ、13センチのマチ付きです。裏地付きで内ポケット付きです。とても可愛いバッグなので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。トートバッグの材料を紹介します。表地のメインの生地と持ち手は今回100円均一ショップで売っている合皮はぎれを使います。今回はブラウンの合皮はぎれを使っています。縦60センチ、横幅32センチです。こちらは持ち手です。縦8センチ、横幅50センチを2枚ご用意ください。こちらは両サイドの生地です。縦24センチ、横幅16センチを2枚ご用意ください。両サイドの生地が薄手の場合や丈夫に仕上げたい方は接着芯を貼ってください。接着芯もサイズは縦24センチ、横幅16センチです。今回はタグで飾り付けをします。持ち手は端目で留めます。サイズは中サイズを8組ご用意ください。裏地の中央の生地は縦60センチ、横幅32センチを1枚ご用意ください。裏地の両サイドの生地は縦24センチ、横幅16センチを2枚ご用意ください。内ポケットは縦28センチ、横幅17センチを1枚ご用意ください。タグを縫い付けます。飾り付けはお好みでどうぞ。今回は中央にタグを縫い付けます。今回は中央の上から6センチのところにタグを縫い付けます。表地の両サイドの生地に接着芯を貼ります。もう1枚も同様に貼ってください。表地のメインの生地と両サイドの生地を縫い合わせます。まず両サイドの方のこの底の角の部分から1センチ1センチのところに印をつけます。角から1センチ1センチのところに印をつけました。そうしましたら斜めにカットをしておきます。このように切り込みを入れます。深く切り込みすぎないように気をつけてください。表地の裏面を上に向けて置いていただきまして、こちらにも端から23センチのところに印をつけます。反対側の方からも23センチのところに印をつけます。端から23センチのところに印をつけましたら、1センチの線を引きます。こちらの1センチの印のところまでこのように切り込みを入れます。反対側にも同様に切り込みを入れてください。このように切り込みを入れました。表面を上に向けます。そしてこちらの印の部分とこちらの印の角の部分を合わせます。このようにサイドの生地と中表に合わせます。このように合わせましたらこちらも合わせます。反対側も合わせます。このようになっています。そうしましたら縫い代1センチで縫います。それでは縫い代1センチで縫います。この合皮の部分が下になるような形でサイドの生地の方から縫っていきます。ちょうど角のところまで縫います。で、この角のところまで来ましたら向きを変えていただきまして、こちらの底の部分を縫い代1センチでそのまま縫っていきます。その時に合皮がよれないようにきっちり引っ張ってください。先ほどと同じようにこちらの1センチの印をつけたところまで縫い進めます。
そしてまた向きを変えていただきまして、その時も中の合皮の方がよれないようにきっちり引っ張ってください。そして縫い代1センチで縫い進めます。こんな感じです。反対側の方も同様に縫い付けてください。持ち手を作ります。両サイドを1センチ1センチで折ります。1センチ1センチで折りましたら、上下を1センチで折り、そして半分に折ります。もう1枚も同様に折ってください。折りましたら4辺の端を縫います。合皮を縫う際はミシンの押さえをテフロン押さえに変えると縫いやすいです。もう一歩も同様に縫ってください。内ポケットを作ります。中表に半分に折ります。中表に合わせましたら、こちらの開いているところに5センチの返し口を開けて、縫い代1センチで縫います。角を斜めにカットします。返し口より表に返します。角は目打ちや棒を使ってきれいに出してください。アイロンで形をきれいに整えます。内ポケットを裏地に縫い付けます。半分に折っていただきまして、中央に折り目をつけます。上から7センチのところに印をつけます。内ポケットの返し口が底になっているような形で、内ポケットを半分に折り、中央に折り目をつけます。中央を先ほど印をつけたところに合わせます。内ポケット口が上から7センチのところに合わせます。まず縫い始めは三角に縫います。そして端を縫いまして、縫い終わりも三角に縫います。こんな感じです。裏地を両サイドの生地と縫い合わせます。表地の時と同様に印と切り込みを入れていただきまして、中表に縫い合わせてください。裏地をこのように両サイドの生地を縫い付けました。そうしましたら裏地と表地を縫い合わせます。裏地を表に返します。表地の中に中表に合わせます。それぞれ表面同士です。縫い代を割って袋口を合わせます。袋口をピンで留めましたら、サイドのところに10センチの返し口を開けて、縫い代1センチで縫います。返し口より表に返します。表に返しましたら、裏地を表地の中に入れます。袋口を整えてピンで留めます。
袋口を1周ピンで留めましたら1周端ステッチします。裏地の方から縫いますので下糸は茶色に変えています。それでは持ち手をつけます。今回は持ち手をカシメで留める方法をご紹介させていただきます。カシメで留めず縫い付けていただく場合は四角に縫っていただきまして、中をバツで縫って持ち手を縫い付けてください。また今回は中サイズのカシメを2つつけて持ち手をつけますが、大サイズのカシメを留めて1つつけていただいて持ち手をつけていただくなどでもどちらでも大丈夫です。まずカシメをつけたい位置に目打ちやポンチを使って穴を開けてください。この持ち手の端から 1.5 センチのところに、そしてこの両サイドの方から7ミリから8ミリの位置に穴を開けます。持ち手の端から 1.5 センチでこちらの両サイドの方から7ミリから8ミリのところに目打ちを使って2つ穴を開けました。反対側にも同様に穴を開けてください。もう一方の方にも同様に穴を開けてください。穴を開けましたら本体の方にも目打ちをつける位置に穴を開けます。まず半分に折っていただきまして中央に印をつけます。中央から7センチ、7センチのところに印をつけます。7センチの印をつけたところに持ち手を合わせます。そして7センチの印から下に4センチのところに持ち手の角が来るような形で持ち手を留めます。反対側も同様に7センチの印から下に4センチのところに持ち手の角を合わせます。持ち手をこのように合わせてピンで留めましたら、先ほど開けていただいた穴の位置に合わせてバッグ本体の方にも穴を開けます。本体の方にこのように穴を開ける位置に目印をつけましたら、もう一度目打ちやポンチなどを使ってしっかり穴を開けます。しっかり穴を開けていただきましたら、カシメで持ち手を留めます。まず持ち手の方にカシメの長い足を刺していただきまして、そして本体の穴に通します。内台と内具を使ってカシメをしっかり留めます。同様にこちらにもカシメで留めます。持ち手がねじれないように気をつけてください。このように持ち手をつけることができました。反対側にも同様に持ち手を留めてください。トートバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。